こんにちは、木之内です。今回はキッチンのお話です。最近プランの打ち合わせをすると必ずと言っていいほど出てくるのがこのオープンキッチンやアイランドキッチンという言葉です。こういったダイニングテーブルと絡めたオープンキッチンをイメージされている方もおられますし、キッチンの手元を少し隠すようについたてを立てることを希望されている方もおられます。家の隅にあったキッチンが家の中心に出てきてリビングやダイニングと一体となっていくという傾向は確かにあります。そうするとキッチンから家全体を見渡したり、空間的にも面白いものができる可能性が高まります。ただしオープンキッチンは必ずしも万人に受け入れられるものではありません。壁や床が汚れるのを気にしないで料理に打ち込みたい人や収納を重視する人には壁に向かってキッチンを設ける従来の壁付きキッチンの方がふさわしいかもしれません。最終的にオープンキッチンを選択するとしても他のタイプを合わせてメリットデメリットを把握した上で選択するようにしてください。このキッチンは家の重要な場所だけにいろんなバリエーションがあります。直線状の I 型のキッチンや90度折れた L 型のキッチン、この字に囲まれるように作業性の良い U 型キッチンなどがあります。各キッチンメーカーが商品開発を競っていますし、造作家具で製作すればどんな形でも作れてしまいます。ちょっとバリエーションが増えすぎてしまいますので、今回は一番汎用性の高い I 型キッチンに絞ってお話ししたいと思います。I 型キッチンの中でも一番多いタイプが長さ 2550mm のタイプです。少し横道にそれるかもしれませんが、2550mm が多いのはこういう理由からです。日本の木造建築では昔から寸法の単位は尺とか寸が用いられてきました。その伝統が今でも残っていて、柱の寸法は3寸5分や4寸で、柱の間隔は 910mm という昔の三尺が基本です。合板ですとか石膏ボードなんかもこの寸法で作られていますので、間取りもまずはこのモジュールで考えるのが合理的です。ユニットバスや洗面なんかもここから来ている寸法体系が多いです。部屋の一辺の長さが910mm の3倍の 2730mm の場合、壁圧とクリアランスを引くとこの 2550mm になります。そういったところから 2250mm のキッチンが多く生産されていて、コストパフォーマンスも良くなります。ちなみに建築の図面はミリ単位で書くのがルールなんですが、例えばこの部屋の広さが一辺が 910mm の4倍の 3640mm、 これ8畳間の一辺の長さなんですが、この 3640mm の場合、壁側にキッチンを設けるとキッチンの隣に冷蔵庫を置いて、背面が食器や家電収納の棚になります。キッチンの奥行きは600から700mm で、食器棚は 450mm 程度ですので、実はこんな風にキッチンの横に冷蔵庫が並んだ方が収まりは良くなります。そして背面の食器棚を高くしてやると収納量も多くなります。写真のように天井より低いところで止めるとダイニングカーの視覚的な連続感は生まれます。こちらは食器棚の高さは天井まで取って収納量は確保して幅を縮めてダイニングとの一体感を保っています。食器棚をもっと下げて目線より低くするともっとダイニングと一体の空間となります。キッチンの背面に食器や家電やゴミ箱を収納してテーブル部分だけ下げています。この事例では先ほどの間取りより 910mm 食器棚が広がっていますので低くしても収まっています。逆にキッチンを対面型にするとこんな風になります。キッチンの背面に冷蔵庫と食器棚が並びますので、壁付き型のキッチンよりは少しダイニング側に出てきます。そして食器棚の前に無駄なスペースが生まれてしまいます。反対側に部屋があって使えればいいのですが、そうはいかない場合はそのまま作業スペースを広げておくか、食器棚の奥行きを冷蔵庫に合わせることになります。この写真はまだ冷蔵庫が置かれていませんが、食器棚を冷蔵庫に合わせて深くしています。それとキッチンカウンターの前についたてを立てて手元を隠しています。このついたてを何で仕上げるかで部屋の雰囲気が変わります。ここではステンレスを貼っていますが、少し厚めのステンレスで角を出してシャープな感じにしています。
こちらの家ではキッチンカウンターのついたては木で仕上げました。細い角材を凹凸をつけて貼っています。そうすると柔らかな表情になっていると思います。こちらはついたてを白いモザイクタイルで仕上げた事例です。このようについたての仕上げ材で結構雰囲気が変わります。そして部屋の広さが 910mm の5倍の 4550mm になると、対面型キッチンの横に冷蔵庫を並べることができます。背面の食器棚を450程度に薄くできますので、奥行きを小さくできます。こちらではコンロの前にも壁を立てて、流しの前だけ壁をくり抜いています。マンションでもよくある形ですが、木の板を張るとちょっと違った雰囲気になります。4550mm になると初めてキッチンの両側に通路を取ることができるので、アイランドキッチンのレイアウトが可能になります。アイランドキッチンのメリットは、キッチンの周りにスペースが取れるので、ご夫妻で料理をしたり子供さんが手伝ったりできることです。背面の食器棚との空きは、1人で作業される場合には800から900ミリぐらいですが、2人以上で行き交うとなると、少しゆとりを持って1000から1200ミリ程度は確保したいところです。逆にデメリットは、この広いスペースが必要になるということ以外にもあります。一つは、ついたてのない場合には手元が見えてしまうことです。洗剤の置き場などに気を使うのと、調理した後のお鍋やお皿がそのままになってしまうことが多いと思うので、特にお客様がある時なんかは気になるかもしれません。そしてもう一つは、壁がないのでどうしてもコンロ周りから油が飛び散る量が増えてしまいます。掃除の手間がかかることが多いのではないでしょうか。このあたりは建主さんによっても考え方が違います。各メーカーのショールームに行くと実際のキッチンが見れるので、使い勝手をイメージしてみるといいかと思います。そして最後に、一般会ではないですが、ダイニングテーブルを含めてアイランドにした事例をご紹介します。この家では左手からテーブル、キッチンがフラットにつながっていて、レンジフードの右手の壁の奥に冷蔵庫を収納しています。さらにその右手に通路がありますので、ダイニングからと含めて2方向からアクセスでき、ぐるぐると回れるプランです。これもアイランドキッチンの変形型と言えるのではないでしょうか。こうしてキッチンの横に冷蔵庫を並べると、冷蔵庫の中がリビングから見えないというのも良い点です。背面に収納もたっぷりと取れました。こちらもテーブルとキッチンをつなげたアイランドキッチンです。奥様が本格的に料理をされる方なので、左手の壁の前に相型キッチンを設けて、壁は全面ステンレスを貼っています。その背面のテーブル側にシンクを設けています。ここでも冷蔵庫が見えないと思いますが、正面の壁の左手の引き戸を開けるとパントリーになっていて、そこに冷蔵庫や食器棚を収納しています。どうしても冷蔵庫やお手持ちの食器棚は部屋の雰囲気に合わないことも多いので、こうしていろんなものを収納できるパントリーがあれば部屋がすっきり片付きますし、新しくなった部屋のイメージを損なうこともありません。以上が少しアレンジをしたアイランドキッチンの参考事例でした。もう一つおまけにワンポイントアドバイスです。どちらの事例もテーブルとキッチンの天板の高さを揃えて1枚のテーブルとしています。通常ですとテーブルの高さは70センチ程度で、キッチンの高さは身長によって85から90センチ程度ですので、キッチンだけが高く飛び出してしまいます。そうなるとキッチンにテーブルが取り付いているだけで一体感はあまり生まれません。そこでこんな風にキッチンの床を下げて段差を解消しています。そうすることによってテーブルと一体になった迫力のあるアイランドキッチンを作ることができます。段差があるのでキッチンの床だけ汚れに強いタイルを貼っても違和感はあまりないと思います。私たちの現代社会は親も子供も毎日忙しいですが、その上家にいる少ない時間さえもネットに奪われて、家族の時間はどんどん減っているように思います。そんな中で家族が一緒に食事をするという楽しい時間はますます貴重になっているように思います。そういう意味では家の中心であるダイニングとかキッチンには可能であればいくら費用と時間をかけても
惜しくはないのではないでしょうか。今回はキッチンについて壁付き型、対面型、そして対面型の中でもついたてがあるタイプ、ないタイプ、アイランド型という主要なキッチンを見ていただきました。ぜひ参考にしてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも家づくりに大切な情報をデザインの現場からお送りしますので、ぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。